この話は実在の人物を元にしていますが、一部に解釈や表現を含みます。伊能忠敬は日本地図を作った人物として知られています。だが、学びを始めたのは50歳を過ぎてからでした。遅すぎるスタートから全国を歩き続けた人生です。終わった後に始まった静かな執念の話、聞いていきましょう。この男は50歳で勉強を始めた。普通なら終わっている年齢だった。新しいことを始めるには遅すぎる。それでも彼は始めている。ここに明確なズレがある。伊能忠敬という名前。後に日本地図を完成させる人物。だが最初は全く違う。商人として生きていた。千葉の佐原で暮らす。酒や米を扱う日々。商売は順調だった。周囲からの信頼もある。安定していた人生。ここで終わることもできた。むしろ終わるのが自然だった。だが彼はそこを選ばない。家業を譲る。自ら引退する。そして時間が生まれる。ここで分かれ道が来る。何もしないこともできた。余生を楽しむこともできた。だがそれを選ばない。学ぶことを選ぶ。ここで人生が反転する。天文学に興味を持つ。星の動きを観察する。数字で世界を理解しようとする。だが簡単ではない。年齢は50を過ぎている。記憶は若くない。理解も遅い。周囲は若者ばかり。ここで浮く。一人だけ年を取っている。学ぶ速度も違う。それでも座る。それでも聞く。それでも続ける。なぜか。知りたいからだ。理由はそれだけだった。だがその単純さが強い。江戸へ向かう。死を求める。高橋義時という人物。当時の第一人者。ここで教えを受ける。基礎からやり直す。若者と同じ内容を学ぶ。遅れを感じる。恥もある。わからないことも多い。それでもやめない。ここで一つ見えてくる。年齢は言い訳になる。だが理由にはならない。やるかどうかだけ。この選択が続く。やがて測量に関心が向く。地球の大きさを測る。距離を正確に出す。その精度に惹かれる。ただの知識では終わらない。外へ出る。実際に歩く。測るという行動。ここで大きく変わる。頭の中から外へ。理論から現実へ。この転換が重い。だが負担も増える。道具は重い。距離は長い。天候は不安定。それでも進む。一歩ずつ。正確に。数字を積み上げる。この繰り返し。北へ向かう。蝦夷地へ入る。未知の土地。道も整っていない。情報も少ない。それでも歩く。測る。記録する。風が強い。足場も悪い。体は削られる。ここで終わる理由は揃う。年齢、体力、環境、すべて厳しい。ここで終わったと思う。だが終わらない。戻る。記録を整理する。また出る。また測る。この循環、単純だが重い。一度では終わらない。日本は広い。すぐには測れない。だから続ける。年齢はさらに進む。60歳を超える。普通なら引く。だが引かない。ここに異常がある。体はきつい。足も痛む。回復も遅い。それでも進む。なぜか。終わらせたいからだ。自分の手で正確に仕上げたい。ここに執念がある。周囲も驚く。なぜそこまでやるのか。理解されない。だが気にしない。自分の基準がある。正確さという一点。それだけだった。やがて評価される。幕府の支援を受ける。だが楽にはならない。やることは同じ。歩く。測る。記録する。この繰り返し。派手さはない。だが確実に進む。点が増える。線がつながる。形が見える。ここで初めてわかる。日本の輪郭。想像ではない。
歩いた結果として現れる。ここに重みがある。だが完成は遠い。まだ足りない。また歩く。また測る。この繰り返し。年齢はさらに進む。65歳を超える。ここで深く落ちる。体がついてこない。疲労が抜けない。回復も遅い。限界に近い。ここで終わる理由は揃っている。それでも終わらない。また出る。また測る。また記録する。この執念が残る。ここで見えてくる。遅さは弱さではない。むしろ強さになる。時間をかけることで精度が上がる。丁寧さが結果を変える。伊能忠敬はそれを選んだ。速さではなく正確さ。この基準は揺れない。ここで振り返る。商人だった。安定していた。だが終わらせた。学び始めた。遅すぎた。それでも進んだ。歩き続けた。測り続けた。この流れ、すべてがつながる。特別な一瞬ではない。積み重ねの時間。それが形になる。ここからさらに深くなる。終わった後に始まる人生。その意味が見えてくる。表には出ない時間。そこに本質がある。ここで一度立ち止まる。何度も終わりがあった。だが終わらなかった。ここが分かれ目だった。条件ではない。内側の選択。それが道を作る。伊能忠敬は選び続けた。遅くても進む。苦しくても続ける。それだけだった。だがそれが全てだった。ここからさらに時間は伸びる。年齢は70に近づく。それでも歩く。それでも測る。ここに終わりはない。ただ進み続ける。ここに人生がある。ここまでで見えるのは遅すぎる挑戦です。終わった後に始めた点が最大の特徴です。この先でその時間の重みがさらに見えてきます。続きをどうぞ。ここから先はさらに長く静かな時間になる。成功の話では終わらない。むしろ続けることそのものが重くなる。伊能忠敬は止まらなかった。年齢は進み続けていた。だが歩みは止まらない。ここに異常さがある。60を超えても歩く。70に近づいても測る。普通なら引く場面。だが引かない。この選択が続く。測量は続いていく。日本各地へ向かう。東へ、西へ、南へ。一つずつ測る。距離を刻む。記録を残す。この繰り返し。だが単純ではない。天候は変わる。地形も厳しい。足場は悪い。体は削られる。疲労は積み重なる。回復は遅い。ここで終わる理由は何度も揃う。年齢、体力、環境、すべてが限界に近い。ここで終わったと思う。だが終わらない。また歩く。また測る。また記録する。この流れが続く。ここで見えてくる。続けることの重さ。若さではない。才能でもない。ただ続ける。それだけだった。だがそれが難しい。伊能忠敬はそれを選んだ。ここで変化が起きる。地図が少しずつ完成に近づく。点が増える。線がつながる。輪郭が見えてくる。日本の形が現れる。想像ではない。歩いた結果として現れる。ここに重みがある。だがまだ足りない。完成には届かない。また歩く。また測る。同じ作業を繰り返す。ここに終わりが見えない。それでも続ける。なぜか終わらせたいからだ。自分の手で正確に。その一点。この単純さが強い。周囲は変わる。時代も動く。だが彼の基準は変わらない。正確さ。それだけ。ここに一貫性がある。また彼は組織に頼らない。自分の足で確かめる。自分の目で見る。その積み重ね。ここに信頼が生まれる。幕府の支援はある。だが本質は変わらない。やることは同じ。歩く。測る。
記録する。この繰り返し。派手さはない。だが確実。ここでまた深く落ちる。体が動かない日がある。足が進まない。痛みが消えない。ここで止まる理由は十分にある。だが止まらない。また進む。また測る。また書く。この執念が残る。ここでわかる。年齢は限界を作る。だが選択がそれを超える。伊能忠敬は選び続けた。不利でも進む。苦しくても続ける。それだけだった。だがそれが全てだった。やがて全体が見えてくる。日本の形。それは正確だった。それまでの地図とは違う。誤差が少ない。現実に近い。ここで意味が生まれる。歩いた時間が形になる。測った距離が結果になる。ここに価値がある。だが彼は完成を見ない。途中で倒れる。人生の終わりが来る。ここで終わったと思う。だが終わっていない。記録は残る。測量は続く。弟子たちが引き継ぐ。ここで流れがつながる。一人の仕事では終わらない。続く形になる。ここに深さがある。伊能忠敬の人生は完成では終わらない。継続で終わる。ここに特徴がある。また彼の言葉は多くない。だが行動が残る。歩いた距離、測った数字、それが語る。ここに静かな説得力がある。また彼は特別な瞬間を持たない。奇跡ではない。積み重ね、その連続だった。だから現実に近い。遠い話ではない。今にもつながる。遅くても始める。苦しくても続ける。その選択が残る。ここで静かに振り返る。商人だった。安定していた。だが終わらせた。学び始めた。遅かった。それでも進んだ。歩き続けた。測り続けた。その連続。特別ではない。だが重い。この人生は静かに残る。夜に聞くにはちょうどいい。明るすぎない。暗すぎない。ただゆっくり残る。数字の裏に人の選択があった。そのことが浮かび上がる。ここで一つ残る。彼の人生は終わってからが長かった。ここに全てがある。ここで静かに終わる。遅すぎる挑戦を最後まで続けた人生でした。年齢を理由にしなかった。積み重ねが結果を作ったことがわかります。完成より継続に価値があった。伊能忠敬とは歩き続けた時間そのものでした。また次回の主役でお会いしましょう。